こんにちは。今日はジーンズの裾を切らずに簡単に縫い上げる方法をご紹介します。切らずに縫い上げるので、お子様の成長に合わせて元の長さに戻すこともできます。手縫いでもミシンでもどちらでも大丈夫です。こちらが元々のもので、こちらが縫い上げたものになります。近くで見ると縫い上げているのがわかりますが、ジーンズの裾なので遠目に見るとほとんどわからないかと思います。ステッチのラインも残すことができます。短い時間で簡単にできますので、ぜひお試しください。今回ご紹介する方法で縫い上げができるのが、こういったストレートタイプのジーンズのみになります。裾が小さくなっているものや、広がっているデニムは、今回の方法で裾上げすることが難しいので、ご注意ください。まず実際にズボンを履いて、上げたい長さまで裾を折り返します。待ち針や安全ピンで留めます。折り返した幅が6センチなので、今回6センチ短くしていきます。短くしたい長さの半分の長さを折り返します。今回6センチ短くしたいので3センチ折り返します。その時に3センチを測る箇所は、ここからここまでではなく、ここからここまでの長さを測ってください。5センチ短くされたい方は、ここからここまでが 2.5 センチになるように折り返してください。4センチ短くされたい方は、ここからここまでの長さが2センチになるように折り返します。幅が3センチになるように確認しながら、待ち針またはクリップで一周留めていきます。裾を縫っていきます。ミシンをお持ちの方はミシンで縫ってください。手縫いで縫う方は糸を2本取りにして、並縫いだと少し弱いので本返し縫いで縫っていきます。縫う位置はここのギリギリのところを縫っていくようになります。手縫いで縫っていきます。ここのギリギリのラインを縫っていきます。まず裏側から糸を出します。そして1針後ろに戻って2針進んだところから針を出します。そして最初に糸を出したところに戻って、また2針先から針を出します。1針分後ろに戻って2針分先から針を出します。これを繰り返していきます。縫い目の幅はあまり大きすぎない方がきれいに仕上がります。この生地が重なっている部分は硬くて縫いにくいので、もしお持ちでしたらこういった金属の指抜きを使って針を後ろから押して縫ってください。指抜きをお持ちでない方は、硬いところに針のお尻を当ててぐっと針を押し出すようにしてください。かなり硬いので一気に縫わずに1針ずつ縫っていった方が縫いやすいかと思います。一周縫っていきました。裏側はこのようになっています。ズボンの裾をひっくり返します。ここが少し膨らむので上からアイロンで押さえます。こちらが元々のズボンの裾で、こちらが縫い上げしたものになります。遠目に見るとほとんどわからないかと思います。ステッチのラインも綺麗に見えています。この幅が短い方は余った生地もそれほど気にならないかとは思いますが、長く縫い上げる方でしたらこちらの生地が引っかかって気になることもあるかと思います。その場合はこちらを本体にまつり縫いで縫い留めていきます。ずれないように待ち針で固定しておきます。糸は表から見えにくいように1本取りで縫っていきます。ズボンの本体と同じ目立たない色で縫ってください。今回は分かりやすいように赤い糸で縫っていきます。まずこちらの縫い代部分をすくって本体を
小さくすくいます。そしてまたこちらの縫い上げた方の生地をすくいます。また本体を小さくすくって、こちらの縫い上げたところをすくいます。表から見るとわからないぐらい小さくすくっていきます。このまま一周縫っていきます。一周縫っていきました。この縫い上げたところも引っかからず快適に着脱していただけるかと思います。表から見た時もまつり縫いの跡はほとんどわからないかと思います。次にミシンで縫っていきます。手縫いの時と同様にこのギリギリのところを一周縫っていきます。針は14番の厚地用を使用してください。普通地用の11番の針を使用して厚いデニムを縫うと針が折れたり曲がったりする可能性がありますのでお気をつけください。縫い始めは生地が重なって硬いところは避けて縫っていきます。最初に返し縫いをせずにそのまま縫っていきます。生地が重なっているところは厚く縫いにくいので、ここは電動ではなくミシンを手で回して縫っていってください。硬いところが過ぎたら電動で縫っていきます。最後に返し縫いをします。一周縫っていきました。このまま完成でもいいのですが、この縫い上げたところが邪魔になる場合でしたら、縫った線の 1.5 センチぐらい外側をカットしてジグザグミシンまたはロックミシンで端の処理をします。余分な生地をカットしてロックミシンをかけていきました。ひっくり返します。上からアイロンで押さえます。ミシンで縫い上げた方はこのように仕上がっています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がお役に立ちましたらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。コメントもいただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。